武藤さん、今回は生まれながらに障害を持たれている方のお家づくりについてお話しいただけるんですよね。そうだね。マンションリフォームの場合、それから新築、ケースに分けて紹介していくね。では、よろしくお願いします。まずはマンションのリフォームから紹介するね。このちゃんは生まれながらにして運動機能障害、知的障害があります。実際のお家を見ていきましょこちらは玄関ですね。う。左にある写真が元の玄関。右側がリフォームした玄関だよ。ずいぶん広くなりましたね。マンションでもリフォームできるんですね。そうなんだよ、オッチーくん。オーナーさんが了承してくれれば、マンションでもリフォームは可能なんだよ。よくあるお困りごととして、内玄関にバギーカーなどを置くと、玄関ホールが狭くなり、不便さを感じるという声が多くあります。このリフォームではあまり使われていなかった洋室の一部を玄関スペースとしてリフォームし、広いスペースと十分な収納、そしてバルコニーへの動線を確保しました。続いてトイレですね。左側の写真がリフォーム前のトイレ、右側がリフォーム後のトイレだよ。こちらも広くしたんですか？オッチーくん、広さは変えてないよ。元はドアだけだったんだけども、ドアと中折れドアを組み合わせることで開口部を広くし、廊下を介護スペースとして利用できるようにしたんだよ。ドアを工夫するだけでこんなに広々とした空間に変わるんですね。こちらは脱衣所です。以前は狭くてこのちゃんお風呂に入れたり服を着替えさせたりするのにお母さんがすごく苦労されていたのを、これも洋室の一部を利用して広いスペースを確保しました。またキッチン側から様子を確認できる見守り窓も作りました。こちらの図面をご覧ください。左上にある洋室を玄関と浴室、脱衣所のスペースに変えております。なかなか大掛かりなリフォームですね。リビングはもともとあった和室のスペースもつなげて広々とした空間にしました。また収納が少なくお困りだったので、壁側一面を壁面収納として新しく造作しました。この画像は先ほど出てきた脱衣所の見守り窓です。キッチンで家事をしながら見守れるんですね。収納が足りていなかった寝室はベッド下を収納スペースとして活用することで解決しました。こちらは何でしょうか？これはね、デッドスペースを活用したこのちゃんのギャラリーなんだよ。ここにこのちゃんの作品を飾ったり、この下にはこのちゃんを撮影した動画の DVD を入れたりできるようにやってるんだよ。マンションでも工夫すればこれだけのリフォームができるんですね。そうだよ。アイデア次第で介護しやすい住まいづくりができるんだよ。また次回もよろしくお願いします。